連携住職三木大雲です。本日もですね、コラボ会ということで、まさか、実はプライベートでは、何度もお会いさせていただいて、お食事、ご一緒させていただいたりしてたんですけれども、コラボが今まで不思議とありませんで、とうとう、捕まえさせていただきまして、コラボに頑張って、引っ張って来させていただきました。はい、もう、多分、びっくりされると思いますけれども、タックーさんです。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックーです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。すごい方ともコラボさせていただいて、めっちゃくちゃ、普段あまり緊張しないんですけども、はい、なんか緊張してます。よくお会いするんで、あれなんですけどね。でも緊張してるっていうか、はい、プライベートでは一度もお会いしたことないですよ、ミキさん。打ち上げで食べにね、行った。消えてるじゃないですか。もうイベントが全部消えて、イベントでね、ただご飯行った時の記憶だけが。いやでも本当ずっとコラボはしたくて、ミキさんとは。もう本日ありがとうございます。なんか不思議と趣味もなんかちょっと結構ね、合いますし。そうなんですよ。なんかもういつかもう絶対出ていただきたくて。そうなんですよね。ミキさんが北斗の拳が大好きっていうので、僕もすごく、もう北斗の拳しか見たことないぐらいで大好きで。ね、そういうところとか。そうですね。すごくこう僕が言うのもおこがましいですけど、すごい趣味とか気が合うんですよね、本当に。それで今日コラボということで。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ミキさんに今素晴らしい話を聞かせていただいた。この場所も私いつもタックーさんの YouTube で見てるので、この場をお借りできたのももう本当にありがとうございます。いや、京都から車で。いや、ありがとうございます。もう。どんな距離を。いや、もう全然車が今もうね、道路がもうしっかりしてくださってるんで。大丈夫ですか？渋滞とかね。もう全然大丈夫でした。ありがとうございます。で、またタックーさんのチャンネルの方にも、出させていただいてるんで、ぜひぜひそちらもご覧ください。主に仏教行動のお話をさせて、ありがとうございます。関わる話をさせてもらったんですけど、仏教行動。いや、まあこれ見てる方はそうですね。このチャンネルの方は皆さんも読んでいただいてると思って信じております。ということで今回はちょっと怪談話を怪談なんですよね。はい、お聞かせいただきたいなと思います。ちょっと僕のお話はですね、これ先ほどちょっとタイトルというか、これどういう人の話かっていうお話なんですけど、明治神宮ってあるじゃないですか。明治神宮の参道を歩くと、3分の1行ったところで泡吹いて倒れてしまうっていう方の話でして、で、ちょっとこれミキさんにもお伺いしたかったんですけど、じゃあなぜその方が泡吹いて倒れてしまうかっていう話なんですけど、どうやら神が拒絶してるっていうんですよ。その人には来てほしくないと。来てはいけないこの人はっていうふうに判断してるっていう話なんですよ。じゃあこの方がどういった方だったのかっていうお話をちょっとこれからさせていただこうかなと思うんですけど、だいたい約20年ぐらいの前の話と思って聞いていただきたいんですけど、この方と、お知り合いになった方っていう方がいらっしゃるんですけど、この体験談を僕に送ってくださった女性の方でして、知り合った場所がとあるガールズバーっていうんですよ、ね。当時その方がお店に来るとすごくお店の雰囲気が悪くなるんですって。っていうのもその方入店して誰が見てもちょっとヤバい系の見た目というか異彩を放ってるっていうんですよ。なんかいわゆるちょっと暴力的怖さですか？ではなくその人がその空間にいるだけでちょっと緊張感が走るような何かがあるっていうんですよ。ですごくちょっとこう固唾を飲むぐらいの方なんですけど、その方、別に嫌われてるわけじゃないですよね。っていうのも話がものすごく面白いっていうんですよ。話術に長けてまして、いろんなこう店を回すぐらいの迫力でこうおしゃべりをされるっていうんですよ。でもその節々にちょっと怖い笑えないワードが出てくるんですって。いや俺はもうそろそろ指名手配されるからどこどこの病院の院長に貸しがあるからそこで全身整形してもらうからお前もどうやあんま可愛くないから一生行かないとか言ってきたりするんですって。そう反射的な怖さ反射的な怖さもあり、でその間ってもう笑っていいのか笑っちゃいけないのかもわからない、この方もまだ当時20代なので、そうですかぐらいしか言えない、でももう周りにいるその方と一緒に来られてる方もはははぐらいの感じで
対応してるんですって。で、そういう空気感の方って生きてると一人ぐらい出会ったりするじゃないですか。もともとそういう星の方じゃないですけど、なんかこうあるらしいんですよね。こうちょっとピーかもしれないですけど、の星みたいな。生まれながらにしても気質があるような人っているらしくて、まさにその方はそう当てはまる方で、いるだけで威圧がすごいような方だったっていうんですよ。ならその方と結局その女の子ちょっと親しくなるんですよ。っていうのもその人がすごく気に入って親しくなるんです。たらいや俺実はさもう怖いもんなんか全くないんだよねってそういう話もするんですよ。でしたら一緒に来られてる部下の方というか手下の人たちがいやなんかこう怖かった経験とかないんですかってこうビビったとかいうのを今までって聞いたらその人が「あ1回だけあるわ。俺めちゃくちゃ震えたこと1回だけあったわ。いやこれな」って「ちょっとお前も聞けよ」っつって店の人全員聞くんですって。この人がそういう風に構えてエピソードトークをすると面白いからみんなグッと聞き入るんですって。でこの人が話してくれたんですけどこれもう今から10年前やな。俺当時ねバンドしてたんやな。ちょっと音楽のバンドやっとってそしたら別のバンドの田中ってやつがうちのバンドの女に手出したの。俺らバンドメンバーでよしこれ田中にちょっとイチャモンつけて金取ろうぜってことになって田中のとこ行ったら田中金がないです許してくださいってもう泣きじゃくる。だからお前うちに手出しとんやからおじいちゃんとかおばあちゃんとか親に金借りてこいよ。金持ってこい。分かりました。で期日決めて、その日田中のとこ行ったら結局田中借りれなかったっつってどうにか許してくださいって言うもんだからいやお前もう許さねえから連れてっからって言ったら田中走って逃げたんだよ。だから俺ら一斉にその田中のことを追いかけてだいぶ走るんだよ。あいつ田中めちゃくちゃ走って結局工事中の建物の中に入ってったんだよ。でもう俺めんどくさいから俺は入らずに下から「おい田中頑張れよ」っつってこう下で待ってた。だからガン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 ってこう階段を駆け上がる音とかが聞こえる。そしたらピタッとこう静かになった後に怒号が聞こえる。それ自分たちのバンドのメンバーが何かを言っている。そしたら「おーい!」っていう大きな声が聞こえる。そしたら後ろからドシャーンっていう何かが壊れるような音がで俺ふって振り返ったら田中があいつ飛び降りなかったんだよ。あいつバカだなってあいつ車の上にバーって飛び降りちゃってさだからあもう俺シーラねっつって俺はそのまま帰ったんだけどね。で確かその件は田中の自殺っつって自殺確か処理されたんだよ。ただある日な俺寝てたらさ枕元に田中が立つんだよ。田中が立ってすごい悔しそうな顔して、俺の腕とか足をグッと掴んでくるんだよ。その感触もあるんだよな。でうわ絶対今の田中だったよなって起きて思ってでそれを同じメンバーに聞いたら、みんな見てんだよ。でもうみんな怖いですって言ってんだけど、俺ぶっちゃけさ全く怖くないんだよ。だって生きてる時の田中全然怖くねえじゃん。なんで死んだ田中が怖えんだよ。それは生きた時に怖かった親分が死んで、死んでもなお出てきたらめっちゃ怖いけど、生きてる時に弱かった田中が出てきても俺全く怖くなかったんだよ。だから田中また絶対こいつ出てくるなって、出てきた時俺もっとブチ切れてやろうと思って、ある日寝てすごい人ですね。で寝てたら気配がしてふって起きたら次は足元にいたの。で田中が俺の足をガッて掴んでグッて悔しそうな顔してたから、俺は「おいお前こんなところに出てきやがってお前もう一回ぶっ殺してやろうか!」って大声で叫んだ。でこのぶっ殺してやろうかある時に体も動いたって言うんですよ。でうわーって田中に襲いかかろうとしたら田中はふっと消えてったって言うんですよ。そこから田中出てこなくなったんだよ。だからもう俺に怖いもんなんかないんだよ。どんなやつでも俺はしてやるし、幽霊でも俺はしてやるんだよ。俺ってだから最強なんだよって怖いものが何一つないからなつって。でこの話もみんなわすごい話だなって、なんて言ってるか分かんないんで分かんないですね。ああそうですかってこう聞いてたんですよ。だからでな話はこっからなんだけどさ、で俺この話を俺の鉄板ネタとしていろんな子に話してたんだよ。そしたらその夜もある女の子と知り合って一夜過ごして、その後にベッドの上でこの話したんだよ。
でその女の子が「やだめちゃくちゃ怖いじゃんその話」っつってすごいリアクション良かったんで、でも俺なんかその時にそういや田中の下の名前って何だったっけって考えたんだよ。あれ田中なんつったっけな、田中なんだったかな、田中勇気だったかな、勇気だったかなって言った瞬間に、隣にいた女の人がうわっと腕掴んで「勇気のことしたらお前か!」って叫んだんですよ。これその田中のお姉ちゃんだったんですよ。でも隣にいた人が。でさすがに俺もあの時は縮み上がったと。荷物まとめて初めて逃げ出したって言うんですよその場を。俺はまだ多分田中に恨まれてんだよ。田中がまた姑息な手を使って次は自分の身内と引き合わせようとしてたんだよ。俺それはめちゃくちゃ怖かったなっつって。でもそれ以降は俺はもう田中のことをあんまり話さないようにしてんだけどなって、俺はって。だから絶対俺はそういう怖いものはないけども幽霊を信じるんですよ。そういうのは絶対ある。なるほど。っていうのも、この方ものすごく霊感が強そうなんですよ。でも全く怖くない人なんですけど、そういう霊が引き起こす現実との引き合わせっていうものにものすごく怖がるっていう、なるほど。で結局この方ご病気でもうお亡くなりになられてるんですよ、ずいぶん前に。でこの方っていうのが明治神宮の参道を3分の1歩いたところで泡吹いて倒れてしまうっていうんですよ。でこれがですけどもいろんな意見があるそうなんですね。あまりにも悪すぎて歩くことができない、もう来るなって言われてるか、霊感があまりにも強すぎてそのパワーに圧倒されてしまって、歩けない最後までたどり着けないのか、どちらかわからないですけども、そういう人が近くにいましたよっていう。すごいですね。幽霊よりも怖いものっていうのは一体何なんだろうっていう。怖いですね。霊的にも怖いですけど、その方も怖いですね。本当に。なんかめちゃくちゃ怖いですよね、幽霊。すごいなっていうお話なんです。ありがとうございます。どうですかね、この話。神道の世界では縁起式っていう書物があって、それが基本となっていろいろな所作が決まったりしてるんですね。で、例えばなんですけども、鳥居ありますよね。あれ、例えば家でご不幸があった場合、一定の期間は鳥居をくぐってはならないっていうのが縁起式に書かれてるんです。だから、来ちゃダメですよとかありますよね。ありますね、亡くなった時とか。で、ご不幸があった家をこうとして、その両隣をおつとする。で、おつも、この死の汚れが移ってるので、何週間は来てはならないとか。そうなんですか。で、そのお迎えを兵とするっていう。だから、結構汚れって伝播していくんですよ。で、何かというと、神道の世界では死は汚れっていうふうに見ますので、神様に失礼があったらダメなので、ちょっと汚れが取れてから来てくださいっていうので、縁起式にはそう書かれてるので、基本的に、汚れがある人は神様の前に行くのが失礼だという考え方なんですよ。で、仏教では、死も汚れとは見ないんです。自然の一つの流れなので、お寺はもういつ行ってもいいですよっていう感じなんですけど、故になんかその方が行かれたら汚れが強すぎて、その手前で神様のお弟子さんたちが、もう気を失わせてられるのかなってちょっとお話聞いて思ったんですけど、そういうこともあるんですね。そうですね。この人は合わせられないっていうような、そうです、そうです。力が働いたりすることも。だからもう、お寺とか神社とか寺社仏閣行かれるときに、手を洗って行ったり、あれ清めますよね。で、手や、体は、洗えば清められるんですけど、唯一清められないのが人間の心なので、もう今のお話聞いてると、ちょっとその方は、善悪の区別がついていないというか、そうですね。なんか悪いというか、なんか。もうだから、流せない、なんか不浄さというかが。もうその星というか。そんな感じはしますよね。そうですね。中にはいらっしゃいますよね、そういう人も。そうですね。で、うちのお寺も、実は来られたら頭痛が止まらないんですっていう方がおられて、ちょっと後でお話聞くと、ちょっととある事件に加担された方だったり、だからなんかそこで気づかれる方と、もうそうか、そういうのがあるんだと思われる方と、それをも恐れぬ人がいると、多分、泡吹いて倒れるっていう状態になるんですかね。確かに。いや、その人のね、詳細も、でも、
本当にすごく信頼も厚くて、だからそれにとって嘘つくとかはないそうですね。確かに。ずるいこととかいうことはない、裏表がね、なさそうですよね。だからそういうのも、昔だったらカリスマとしてこう、そっちの世界では、そうですね。崇められてたのかなっていうのはあるんですけど、いや、でもその人僕はこれを聞いたら、やっぱり幽霊より怖いのは人なのかもなって思う。そうですね。そう感じた西洋の方とかが悪魔っていう存在を、生み出したのかなと思うんです。そうですね。幽霊と人間の間というか。確かに確かに。人の魂に宿る、憑依する悪魔みたいな。そうですね。例えを作ったのかなっていうのは思いますけどね。まあ、鬼とか悪魔っていうのは自分の心の中にいるので、なんかこれをご覧の皆様も、ちょっとそうならないように。で、たまにこう、神社仏閣訪れてみられて、自分の体調確認をしてみたら、もしかすると自分の汚れの量がわかるかもしれませんので、ぜひ、また近くの、寺社仏閣に参拝いただければというふうに思います。ということで、一旦この、三木大雲チャンネルでのコラボはここまでなんですが、めちゃくちゃ無理をお願いしまして、人類大会議の方にも、出ていただけることを快諾いただけましたので、ぜひそちらもまた、見ていただければというふうに思います。ということで、こちらのチャンネルはこれで終わりとさせています。どうもありがとうございました。また引き続き。もう一つの方ではちょっと都市伝説というか、ぜひ。ちょっととある組織、消えたとされる組織が実はまだいるんじゃないかみたいな話をさせていただこうかなと思います。ぜひお願いいたします。はい。ということで、タックーさんに、お越しいただきました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。